カニさんタワーバトルって題で、入江が、発表します。よろしくお願いします。私は、日本経済新聞社っていう会社で、今、ウェブのエンジニアをしていて、もともとは、JS、TS に、の方をやってたんですけど、最近ラストを書き始めたって感じの、ステータスです。ただ、最近書き始めたって言っても、実はラスト東京2019のスタッフをやっていまして、実は今日はそのパーカーを着てきています。たまたま会場が会社だったからっていうので、スタッフをしていました。で、話す前にちょっと日経ってなんだっていう話からちょっとしたいんですが、日本の、新聞社です。で、普通はこういうところでこうサービスの写真とかバンとかって出るんですけど、それをやっちゃうと、その新聞の特性上、本当に写真の著作権とかがちょっとわかんなくて、それをやると危険なので、気になる方はリンクを踏んでください。はい。で、新聞社っていうと、すごいなんか古い感じの、実装とかを想像されるかもしれないんですが、結構うちは頑張っていまして、構成としては、いわゆるマイクロフロントエンドの、構成を取っていまして、前段で、ファストリーで、リクエストを受けて、その裏側に、ベッセルっていう、呼ばれている社内の、GKE 基盤があって、その一個一個の、オリジンサーバーに、ファストリーからリクエストを送っているって感じの、構成なんですけど、で、面白いのが、この一個一個のページですね、その記事の一覧ページとか、記事の詳細ページとか、検索画面とかが全部レポジトリが分かれていて、でこれはただ HTML を返してるだけのサーバーが何個もあって、で、それを CDN でアグリゲートしているっていう構成で、いわゆる垂直分割のマイクロフロントエンドっていう構成になっています。で、その構成については、以前、ブログを書きましたので、気になる方は、読んでみてください。で、結構、その、モダンな作りと思われるかもしれないんですが、この24個もマイクロフロントエンドがあるんで、結構結構先進的なことやってんだろうなって思いきや、実はこいつらは全部 Node.js のバージョン12で動いていて、つまり正確に動いていたで、今のカレントは21なんですよね。もう、9つ前のやつを使ってるっていう、EOL いつだよみたいな。で、さすがにやばすぎだろうってことで、12から20まで上げるっていうのを最近僕はやっていて、これに大体11ヶ月かかっています。はい。もう、毎日出社して、Node.js アップデートして、ビルド通んなかったって言って帰るみたいなことを11ヶ月やるっていう、はい。日々でした。でもそれ、やっぱちょっと、しんどかったねっていう反省が、あり、結構アップデートサイクルNode.jsあったりもするし、あとアップデートした後に、NPM インストールがそもそも通んないとか、ビルドできないみたいな、有名どころで言うと、Node.jyp エラーっていうのがあるんですけれども、他にも何個かエラーがあって、で、それで、アップデート作業を毎回するんだけど、なんか、いつも毎回時間がかかるっていうので、なんかメンテナビリティが欲しいなと思っていて、で、うちのアプリケーション、UI を持っているサービスと、ただの JSON API のものがあって、この JSON API のものでも、なんかもう一回作ったら、もうあと使われ続けるだけみたいな、もう機能開発もあんましなくていいし、結構安定的に運用するだけでいいってものがあって、で、そういうものに関しては、なんかメンテナビリティだけを重視した技術選定で置き換えてみてはどうかって話が、ありましたと。で、その時になんか、Node.js と、Node.js12 と普通の JS を使っていた開発だったんで、その当時は型が欲しいなとか、なんかリントとかテストもっと欲しいよなとか、スキーマ欲しいよなみたいな、メンテナビリティを担保する上で欲しい性質みたいなものを、何個かも書き出してみて、こういうものに合う技術選定したいなっていうのを、なんか、思っていました。すごいなんか、ここに挙げられたリストを見ると、すごいなんか出来レース感があるんですけど、はい。で、その選択肢が、ノードとか、ノードの最新版でやるとか、TS 化するとか、Go を使うとか、Rust を使うっていうのがあり、その中で Rust ってどうなんだっけっていうのを考えてみたら、なんとこれ全部満たすじゃないかっていうね。はい。一部ね、このサードパーティーに頼んないといけないとかがあったりもして、なんか他の技術選定の方がいいっていうのも、あったりもしたんですけど、意外とラストもいけんじゃないかっていうのを、この時にちょっと思い始めて、で、うちの会社は実は結構ラストの採用事例ってあって、日系社内に。で、例えばその、ファストリー使ってるんですけど、その、ファストリーが、VCL だけじゃなくて、コンピューターテッチっていう機能を、サービスを提供していて、でそれが、従来の CDN のそのデリバー以外にも、そこでもコンピューティングって機能があって、そこでアクセスログとかをなんか集計し
したりとかも、していて、こいつが1秒間あたりなんか6500リクエストぐらいをさばいている、なんかアクセスログの解析サーバーとかを今ラストで動かしていたりもしていたり、あと Wave っていうサービスがあるんですけど、その BFF サーバー、gRPC と HTTP を喋るんですけど、それをすごいそのスキーマフルなエンドポイントが、ラストで書かれていたり、結構採用事例があると。で、じゃあ、うちも結構じゃラスト、なんか、結構積極的に使っていけそうだなっていう、気とかも、しつつ、ただ、懸念もあって、やっぱそのラスト、いわゆるバッテリーインクレディットな、言語じゃない、つまりその最初からいろんな機能が入っていない、非同期ランタイムも自分で入れないといけないし、ウェブサーバーも自分で入れないといけないっていうので、結構依存が膨らんでいくよなとかっていうのは心配してたり、依存を入れるってことは、じゃあそのサードパーティーのエコシステムのメンテナンスが必要で、そうやってメンテナビリティ下がってないみたいなこととかも考えてたりしていました。先ほどの発表とかでも、エーシンクアウェイトの話とかを聞いていて、こういうことが起きるんだよなと思って、ちょっと、すごい大変そうだなと思ってました。うちはいきなり2023年に技術選定して、なんか楽な思いしてすいませんって感じなんですけど。で、サードパーティーに頼るって言っても、でも結局もう今って結構デファクトって揃えつつあって今 TOKIO とかディスエラーとかエニハウとかってもう結構広く使われ続けて、それがデファクトになりつつあるので、こういう系に限って採用しちゃえば、できるよねってことで、ラストを、選択してみました。で、選択するとなった時に、何個かフレームワークとかも選ぶんですけど、ここではうちは、アクザムを、選んでいます。で、このアクザムを選んだ理由とかって話で、そのタワーの話が出てくるので、ここから本題に入っていきます。まずアクザムですごいハローワールド的なコードを書くと、こういう感じの簡単な、こんな感じになるんですけど、じゃあアクザムどうやって動いてるねんっていう話をすると、アクザム自体は、HTTP のサーバーフレームワークなんですけど、その実態は、ハイパーとタワーで、構成されています。で、このハイパーっていうのは、TOKIO ベースのな、HTTP のライブラリーで、これはとても、プリミティブなものです。自分でこうループを書いて、そのソケットからこう、なんか、取り出して、ソケットを取り出したりとか、して、自分でその、タスクスポーンを書かないといけないとか、結構プリミティブにやらないといけない。しかもルーターとかもないっていう、ライブラリーですと。で、こいつは結構、開発者向けっていうよりかは、ライブラリ開発者向け、なんですけど、こいつに、タワーを組み合わせることで、サーバーとして使えるようになっていくっていうのが、アクザムの、実装なんですけど、じゃあそのタワーって何やねんって話をすると、リクエストからレスポンスへのフューチャー、レスポンスのリザルトを、返すの、フューチャーを、返す、ものっていうふうに、らしいです。はい。公式がコード書いてるんで、こんなディスクリプションありかよって思ったんですけど、でも、実際にタワーを調べていくと、本当にこの通りだなっていうのが、なんか、こう分かっていくんですけど、タワーはそのトレートを提供していて、こういう形で処理できるような実装を強制するようなトレートを、配布しています。で、それがサービスとかミドルウェアって呼ばれてるんですけど、でも HTTP サーバーって結局は、ルーターとかオースとかロガーとかリトライとかっていう、その一個一個のミドルウェアの集合体って取れるので、実はこの表現っていうのは合っています。で、じゃあそのサービスっていうのは、コールっていうメソッドを持っていて、こいつはリクエストを取ってフューチャーのレスポンスを返すっていうモデルですと。で、この、サービスっていうのは、レイヤーっていう概念で重ねることができて、一個一個のサービスを、いわゆる、単一責任原則に基づいて作っていけば、それをレイヤーで積み重ねていけると。でそうやって、単純な機能を積み重ねて、複雑なサーバーの機能を実現する。それを、ができるようになるのが、このタワーっていうライブラリの能力です。で、ちょっと斬新なんですけど、ライブコーディングじゃなくてライブリーディングっていうのをやろうと思うんですけど、アクザムと、じゃあ結局、アクザムってそのタワーどうやって使ってんねんって話が今出ていなかったので、そのスライドでその説明をするとすごく長くなるので、ちょっともう読んじゃおうって話で、アクザム、これ、ストリームヤードってこれ映ってますかね？何ですか？アクザム、普通にこう、サービングを、するわけなんですけど、実はこの時点でもいきなりこうハイパーが出てくるっていう、マジでアクザムただのハイパーのラッパーじゃんっていうのがまずここでわかるんですけど、じゃあその、渡しているこのハイパーに渡すのも、が、まずこのサービスっていうものなんですよね。で、これがそのタワーのサービスで、その実態はこのルーターにルートってとこにありますと。で、じゃあ、このルーターってやつ何かって見ると、
いろいろ実装されてるんですけど、下の方とかにだんだんっていくと、サービスって出てきて、つまりこいつは、タワーのサービスですと。で、ここから読んでいくと、コールって読んでいって、このパスルーターっていうもののコールを呼ぶんですけど、こいつが、そのパスと、そのハンドラーの組なんですけど、そのコールウィズなんちゃらってやつで、パスを検索して、それに、合致する、ハンドラーを取り出して、そのハンドラーの中に登録されている関数を呼び出していますと。で、いろいろマクロがあるんですけど、このコールっていうので展開されたマクロのこれを、読んでみると、ワンショットインナーっていうのが出てきますと。で、ワンショットインナーが何かっていうと、ワンショットっていう、構造体を、返す、ものなんですけど、このワンショットってものが、実は、フューチャーを実装していて、でこいつは、ポーリングで、ぐるぐる回って、ハンドラーの実行を、して、そいつが非同期だったら、それが、解決されるまで、実行されると。じゃあ、その処理の実態は何かっていうと、またサービスコールって出てきてて、で、つまり、ハンドラー、アクザムの、エントリーポイントで渡した、ハンドラー関数がどっかでタワーのサービスに変換されて、それがワンショットのポールで呼ばれているというのがここで、分かるわけなんですが、じゃあ、これどうやってサービス作ってるねんっていう疑問に次なり、じゃあこれを読んでみると、その実態はこの、オンって関数にあって、飛べない。これか。で、こいつが、いろいろ実行をしてるんですけど、ここで、from handler っていうのを、関数を呼び出していて、こいつが、で、これが面白いのが、そのハンドラーの、アクダムの、僕たちのユーザーランドの、エントリーポイントで渡した、ハンドラーが、のその結果がマップレスポンスって形で変換されて、で、これでイントレスポンスが呼ばれると。で、アクダムを使われた方ってご存知だと思うんですけど、その、なんか、文字列とかリザルトを返すと勝手に 200OK とか、なんか400番とかに変換できる機能あるじゃないですか、イントレスポンスって。で、あれ、なんでイントレスポンスを実装するだけでその HTTP ステータスに変換できるんだって思うかもしれないんですけど、それはここで呼び出してるから。で、この呼び出した結果っていうのは、これ、全部そのタワーのサービスとして実行されていて、でその例えばちょっと今、読み飛ばしたんですけど、このルートとかっていうのも、タワーのサービスになっていて、で、こいつが全部渡っていって、さっきのお見せしたワンショットっていう、ポールの中でサービスとして呼ばれ続けると。で、その、フューチャー自体は、この、ハイパーの中にあるその TOKIO が、ぐるぐる回してくれているので、そこで実行されて、で、TOKIO 自体が IU を持っているので、そこで、HTTP レスポンスとして実際にユーザーに返されるっていう仕組みになっていますと。だから、つまりアクザムって結局本当に、ハイパーをぐるぐる回して、中でそのタワーのサービスをなんかガンガン呼び出しているっていう、仕組みになっているっていうのが、アクザムの、実装ですと。で、そこで、話した内容をちょっとここに全部書いてるので、ちょっと後でスライドは共有しますと。で、じゃあそんなタワーとアクザムなんですけど、じゃあそのアクザムとかをどう、使いこなせばいいかって話で、さっき、アクザムすごい、ポピュラーで、なんですけど、こいつはサードパーティーの、結局はサードパーティーのライブラリなんで、メンテナビリティって観点で見ると、こいつ本当に採用していいのかって思ったりも、しますと。で、つまり、アクダムのアップデートに失敗したときに自分たちのアプリケーションがもう更新できなくなるっていう状況が起きるかもしれないと。で、それ、やっぱ避けたいわけで、っていう考えると、アクザムとアプリケーションの密結合は防ぎたいと。その時に何個か方法というかテクニックが考えられて、例えばレイヤードアーキテクチャを採用するとか、その使い回したい、処理はタワーのサービスに全部逃がしていくとか、あと E2 テストを完備するとかっていう方法があると思っていて、で、レイヤードアーキテクチャの話で言うと、カーゴすごい、カーゴワークスペースすごい、優秀で、依存に書いたものしか呼べないっていう、機能を持っていて、いや、これ、当たり前かもって思うかもしれないんですけど、別の言語だと、ワークスペース以外のもののライブラリを呼べたりともするので、これはすごくいい、機能なんですけど、
それができたりするので、例えばコントローラーとルーターでしかアクダムは使わないっていうふうにすれば、じゃあアクダムのアップデートに追従できないっていう時も別のフレームワークにそこだけ差し替えるってことができますと。で、あと基本的になんかどのフレームワークもただ関数を作っておけば、それがなんかタワーのサービスなり、いろんなそのフレームワーク固有の能力を得て、使い回せるようになるので、関数として切り出しておけば、実はそれだけで結構使い回しができたりします。ちゃんとそのコントローラー以外でアクダムとかのフレームワークに依存さえしていなければ、結構簡単に引っ越しはできると思います。で、とはいえ、アクダムを使わないといけない、アクダムの機能を積極的に使わないといけない場面とかもあったりして、それが例えばコントローラー共通の機能とか、なんかいろんな、いろんなルートのパスで共通の機能を呼び出すとかっていう、そういうのよく横断ごとの関心、横断の関心ごととかって今言うと思うんですけど、そういう、ものは全部そのタワーに押し込んでいくと。で、そうすると、そういう処理は実装に現れずに、そのタワーの、レイヤーとして、エントリーポイント側で積み上げていくだけで済むと。つまり、実装は汚れないっていう、設計にできます。で、このサービスって概念なんですけど、別にこれそのタワー特有のものじゃなくて、そう、こっちの話をしてなかった。で、このタワーって別にアクダムだけのものじゃなくて、例えばそのタワーに依存していないアクティクスウェブとかも実はサービスって概念を持っていて、こいつは何かっていうと、ミドルウェアを実現するためのものなんですけど、すごいタワーとすごく似たインターフェースを持っていますと。なので、一回そのタワーのような仕組みで、ミドルウェアを書いてしまえば、意外といろんなところに引っ越しができる、ものとなっています。で、このサービスっていうのは別にタワー得意のものじゃないっていうことは、インベンティングとサービストレートである通り、サービスっていう概念を発明されたものだっていうふうに書かれているブログとかもあるので、見てみてください。これはTOKIOが作ったものです。で、じゃあそのアクダムを使わない場合どうするかっていうのを、引っ越し方法としては、例えばハイバーを直接使うっていう手も、その手があって、ハイバーはその、簡単に、関数を、サービスに変換する関数とかがあるので、こいつを使えば、アクダムの、ルーターそのものは自分で書かないといけないんですけど、ルーティングを書いてしまえば、実は引っ越しができたりとかします。はい。で、残念なことにハイパーの V1 とかは、実はそのタワーの、実はその互換性を切ったりとかもしてるんですけど、サービス概念自体はジェネラルなものなので、その中間マッパーを書いてあげれば、一応変換はできますと。はい。で、ここで、最後なんですけど、HTTP サーバー、を開発するにあたって、結局ラストで HTTP サーバー作るときってサードパーティーライブラリを使わないといけないんですけど、それを強いても結構これは僕はいい、ラストを選択するというのは結構いい選択だと、思っていまして、ほとんどのフレームワークは簡単な関数をルーターとしてルーターに渡せば、動くし、それがどのフレームワークでも共通だから、そのサードパーティーに頼ったとしても、そんなに、死ぬことはそんなにないと、思っているからです。で、仮に引っ越さないといけないっていう場合になったとしても、いわゆるレイヤードアーキテクチャのもので構成していたり、フレームワーク構成して、で、フレームワークはルーターでしか読まないようにすれば影響は限定的になりますし、いわゆる AOP 的な考え方で、そのタワーで、ミドルウェアをいっぱい量産しておけば、それはどこのフレームワークでも、再度使えるように、なる、ものなので、サードパーティーに頼っているからといって、別にメンテナビリティが下がるわけじゃないと、僕は、思っています。で、そういう思いで僕は、ラストを今、書いています。以上です。ありがとうございます。はい、デザイン発表ありがとうございました。じゃあ、質疑応答の方、少し5分ほど始めさせていただきます。スリドにたくさん質問が来ております。まず、一番いいねが多い質問ですが、2つありますね。ラストはよくウェブサービスにはオーバースペックだとか、要因確保がしづらいと言われて嫌われる感じがありますが、CTO など説得した決め手はありますか？難しい質問ですね。難しいっていうのも、まず僕たちのチームっていうか会社には CTO って人はいませんと。で、大体チームとしては大体10人ぐらいのチームが何個もある、何個もあるような感じの、会社なんですけど、割となんか各々が、その好き勝手好き勝手で言い方はあれだけど、
自由にこう技術選定をしていて、ただそのチームリーダーっていうか、なんか、なんだろう、その合議制みたいな感じになっていて、なんかこれ導入したいって言ったときに、なんか、それ本当に大丈夫みたいなこととかを聞かれるんですけど、それちゃんとメリットさえ提示できたら、じゃあやるかみたいな感じに、なっているのがほとんどですかね。で、一応、その、今回自分がやったものってすごく最初なんで小さいところから始めていっているので、本当にその、影響とかもあんまり、こう、いや、一応、思いっきり本番影響があるようなそのサービスなんですけど、を、対象としてて、で、ただその日経電子版の本体のなんかトップページとか、その、詳細ページとか、そのものが落ちるとかにはならないので、結構挑戦させてもらえた感じですかね。あとあれか、一個、宣伝すると、やっぱ、結局マイクロフロントエンドって構成がやっぱいいんですよ、すごい。なんか、結局、なんか、勝手になんかやらかしても、すごい限定的に、サービスが落ちるってだけなんで、割と好き勝手やらせてくれるというのは、そういうそういう資産があるからっていうのが、理由になると思います。なので CTO への、その、説得方法とかっていうのはちょっとないんですけど、そういうふうにこう、なんか自分の仕事を進めやすいように、ちょっとあらかじめ工夫しておけば、結構通りやすいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。チームに権限が結構移譲されててってことですね。異常なのか放置なのか分かんないけど、すごい自由な感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ、それにちょっと関係してまた多い質問なんですが、そのラスト採用してみて、その教育コストとか導入コストっていうのは問題になりませんでしたか？そうですね。それはでも結構まさしくそうって感じのところはあって、やっぱ書ける人はやっぱ限定的になるし、あと書きたいって人もそんなにいないんですね、意外と。なんか、僕は結構みんなラスト書きたそうだなと思って、ラストとかやってみたんですけど、意外と、みたいな感じで最初言われたりとか、勉強大変とかって言われたりも、したので、そこはちょっと難しくて、ただ書きたいっていう人はやっぱいて、そういう人たちの熱量がすごいので、一旦その人たちで集まって、その人たちで作ってるって感じです。で、あと一応今回書いたんですけど、E2 テストめちゃくちゃ書いてて、で、つまり最悪なんか僕が急に辞めたりとかしてメンテナンスできなくなったってしても、別に簡単に移行できるというか、この E2 さえ通れば OK ですよみたいな感じのテストを用意していて、で、だから、そこで自由に挑戦させてもらったし、他の人がなんかついていけなくなっても別の言語で置き換えてくださいって感じのあれにしてます。なるほど。E2 もラストで書かれてますか？難しいな。一応、ラストで書いてるんですけど、でもやってることって本当に HTTP リクエストを飛ばして、で、そのステータスを見るだけなんで別に何の言語でもよくて、で、ただやってることはそのテスト対象、僕たちはその GKE にデプロイしてるんで、Docker コンテナなんですけど、Docker コンテナを同士でテストするっていうのをやっていて、で、その CI 上でそのコンテナのサーバー立ち上げて、でクライアント側も、コンテナのクライアントなんですけど、こいつは実装は何でもいいっていう感じのテストにしています。なるほど、なるほど。よくわかりました。あと、じゃあ一つぐらい質問いきましょうか。今上がってきたのが、レイヤードアーキテクチャの話がありましたが、DI、ディペンデンシーインジェクションですね。あれはどうしていますか？僕はもう、コンストラクターインジェクション一択です。過去にそのケークパターンとかいろいろ試したんですけど、ケークパターンすごい、もう、なんじゃこりゃみたいな、すごい、いろんなぐちゃぐちゃぐちゃみたいにしていったり、これスカラだからできることじゃんみたいなとか、結構そのトレート、スカラの、自己参照なんちゃらなんちゃらみたいな機能とか使わないと無理じゃんとかが、あったりもして、結局はコンサルインジェクションだなと思ったし、あと今だとモックオールがやっぱ結構僕は好きで、そのモックオールを使ってテスト環境はモックを生やしてテストするっていうのをやってみて、でそれが結構うまく回っているので、僕は結構、コンストラクターインジェクションを推しって感じです。サードパーティーの DI ライブラリとか使わずに、はい、コンストラクターで直接処理をするってことですね。そうですね、はい。そうで、その DI もでも難しいな。確かにサードパーティーは使わないんですけど、DI するってなると結構、アクザムの機能を使う場合とかもあって、いわゆるレイヤーとかステートとかのエクステンションとかも使い始めると、ちょっとアクザムへの依存度が高まってしまうので、そこはちょっと自分では結構トレードオフだなとは思ったりもしてるんですけど、いざとなれば、手で DI して、手で引数渡せばいいやと思ってやってます。
はい、ありがとうございます。すみません、私の声がちょっと入ってなかったかもしれませんが、これでお時間になりましたので、質問終わりにさせていただきたいと思います。じゃあ最後にまた井出さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。